どこに連れて行ってくれんのこの橋は。うわー、すっごい。世界でも2番目に透明度が高いと、バイクでよかったって思える瞬間ってね、すごく少ない。湖と山と展望台はもういいわ。47日目、今の時刻が9時3分ということで、2日間ほど民宿船長の家にお邪魔してたんやけど、むちゃむちゃ良かったね。5000円で朝食付き、7000円で朝夕付きって感じなんやけど、2000円追加するだけこんなに豪華な夕食をいただいていいのかっていうレベルやったし。しかもね、タオル使い放題、コーヒー飲み放題とか、至れり尽くせりって感じ。ものすごい親切やったね。何でもやっていきなさい、自由に使いなさいみたいな感じやった。今日の目的地はちょっと遠いんやけど、帯広まで頑張っていきます。行きたいところは今日いっぱいあるんやけど、まずね、野付半島。他で見れない光景やったから、あれをもう一回見てから、帯広に向かって進んでいきたいと思います。さあ行きましょう。野付半島リベンジ。今日は遊歩道最後まで行くよ。もう一生来ないから絶対。20分歩いたな。海上遊歩道到着。今日はこれを最後まで攻める。思い描いている三途の川みたいやな。どこを歩くんが正解なんやろ。真ん中じゃないよな。浜辺でいいんやんな。すごい潮の匂い。全然風がないんやけど。なんか橋が簡素になったな。一応海上遊歩道の最果てまで来ようとしているんやけど、この橋は大丈夫かな。どこに連れて行ってくれんのこの橋は。行き止まりやんな。ちょっと怖い。何の台これ。これも何の台。ゴール到着。なんなんこれ。なんなんこれ。帰ろう。はい、トドワラ終了ということで、正直北海道ツーリングの中で、またキツネがもうええわ。トドワラね、正直ね、北海道ツーリングの中で一番好きかもしれない。まだこれから何箇所か回るけど、こんなに現実離れした光景は今まで見たことがないな。死ぬほどアクセス悪いけどね、もう一生分見たな。じゃあね、次は海洋台360度の展望台。しかもね、360度全体が地平線まで見えるとかなんとか、そういう話を聞いてるから、全く人工物が見えないらしい。やばいな、道東マジで。で、そこまでの距離が48分44キロ。一個一個が長い。頑張る俺。なんとか道東を終わらせる。奈良原すげえなこれは。はい、頑張っていきましょう。2カ所目、海洋台ですね。360度の地平線までの展望が見れると聞いてるんやけど、牛本物作り物や。紛らわしいもん多くな。今日の天気は曇りのち晴れって聞いてたんやけど、太陽もう仕事すんのやめたんか。ほんま北海道の天気は当てにならんな。せっかくの絶景が。あと寒い。テントスペースあるんや。こんな寒いところに地球が丸く見える。まるで地球が丸くないみたいな言い方してるけど。はい。すごい音が響くね。音響がとてもいいですね。360度の絶景や。うわー、すっごい。ごめん、微妙。誰も悪くない。太陽が悪い。強いて言うなら帰ろう。次行こう。巻きで行こう。地球が丸く見えんのやろ。ちょっと見とくか一応。かろうじてって感じやな。かろうじて。向こうは無理か。こっちはまだ地平線見えるか。はい、次行きます。いっそ OK。ほんま天気やってくれたな。晴れろよ。展望回廊。わー、すごい。もう一生来ないのに。どうしてこんな天気なの。はい、もう帰ります。むっちゃ寒い、ここ。やばい。マジでやばい。くそ。はい。ありがとうございます。寒すぎる。気温。中標津の気温は。ふざけんなよ。バカでしょ。本当にバカ。昨日泊まったさ、漁師の家の人にもさ、ちょっと聞いたんやけどさ、これから暖かくなるんですかみたいな。いやいや、今が一番暖かいよみたいな。こっから寒くなんねんって。今、11度やのに。はい、海洋道終了ということで、ちょっとね、天気予報では曇りのち晴れっていう話やったんやけど、まあいいよ。ちょっと今日はもう残念な日になりそうやけど、次の目的地が、摩周湖ね。日本で一番透明度が高い、世界でも2番目に透明度が高いと言われている摩周湖らしいです。摩周湖のね、中でも摩周湖展望台じゃなくて裏摩周展望台っていうところからの光景がいいよっていう風に漁師の家の人が教えてくれたから、
くっそ寒いマジで。こっからが時間が31分ですね。浦賀州展望台までとっとと行こう。忙しいね俺は今日。寒すぎて風防の下に隠れないと走行する気にならない。道東はさバランスおかしいね。せめて自然とか自然とかそれぐらいやろ。しかも気温が一生低い。しかもクマも多いしリスクもでかい。体調も壊しやすい。寒くて防寒具が足りない。7月10日やのに気温11度。ウィンドブレーカーとセーターじゃどうにもならんぐらい寒い。観光地を楽しむというよりはこなす感じで潰していって、もうとっとと道東は抜ける。道東はあかん。見附半島は良かった。3カ所目か。はあ、浦賀州展望台。なるほど。うっせえな。浦賀州展望台。ちぎれた愛の思い出さえも映さぬ水に。今日じゃないな。はい、1、2、3カ所と野付海洋台、浦賀州展望台をこなしたから、次は上の小池をこなす。あかん、寒すぎる。北海道はね、正直ね、車で来ていい。どうせ道は混んでないから渋滞に巻き込まれることはないし、何よりもこの寒さを防げる雨と絶対車の方がいいよ。別にさ、なんやあれは？こんな話俺もしたくないよ。俺もしたくないけど、北海道はバイクの聖地みたいなこと言われてて、被害者が続出してるから食い止める。積み込みも遅いやろ。車乗ってるやつなんかもドア開けてドア閉めて鍵さしてはい出発よ。バイクのやつなんかもうバイクの前でちんたら荷物の積み込みとかさ、ロープの確認とかしやがってさ、全然発車しておらんねん。まあ俺含めなんやけどさ、ちょっとそこは一回考え直そうみんな。バイクでよかったって思える瞬間ってね、すごく少ないということなので、上の小池をこなしに行きます。上の小池ってそこそこ歩かないといけないみたいなで、なんか熊もちょこちょこみたいな話は聞いてるんやけど、有名観光地になってしまって随分人が増えてるらしいから、熊もお腹いっぱいになってるでしょ。はい、上の小池風林風景林。おちょい2キロ先上の小池ということですが、試すね。これマジで言ってる。途中からアスファルトになってほしい。まあ砂利は少ないから、これはほんまにクマ出るわ。これあかんで。これほんまこけんで。ここで2キロもこれ行くの。上の小池はちょっと難易度高いぞ。なんで揺れてんねんそこのロープ。はい、確かに観光客が多いな。観光客多いな。これじゃん。マジで青いな。なんで青いん？青いな。上の小池。青い。これで終わり？これで終わりか。なんで青いの？水が澄んでいるのでそこまでくっきりと見えます。倒木が青い池の青い水の中に腐らず化石のように沈んでいます。なんで青いの？ずーっと道がまっすぐやね。いたずらみたいな道ばっかり作りやがってよ。やっと今日帯広行けんのがむっちゃ嬉しいもん。ほんますごいわこれ。すごい不便やねんな。人間が住みやすいように作られたのが都会やから、道東にいると都会の良さっていうのを改めて認識するな。アイヌ民族が暮らす集落の中で最も大きい120人が住んでるエリアっていうのがアイヌコタンらしくって、沖縄原住民と似てるらしい。毛深くってみたいな。こんな雪国で生きてたわけやから、それなりの進化は遂げてるやろね。フクロウが神聖な生き物として崇められてたみたいな。アイヌがね、どういう方々なのかっていうのはあんまりよく理解してないんやけど、東北が良かったのってさ、定期的に都会があったからっていうところやと思うねん俺。道東はさ、何ブレーキこれ。あんまりブレーキしてたらげんこつやぞ。道東はさ、都会がないのはやっぱり答えるな。単発で見ると、うわ、むっちゃすごいってなるんやけど、間にやっぱ都会を挟まないと自然の良さがね、際立たないんよ。だからね、道東はね、ちょっとその辺のバランスを履き違えてる。道西っていうの？道西っていうの？道西はね、まだ良かったよ。いいバランスを保ってたと思う。道東はね、やばい。特にね、旭川から右側。この辺来ちゃうとね、もうね、ものすごいのよ。120点の大自然を連発されんねん。
んならな、120点のありがたみがなくなってくんねんな。あれ、アナウンサーばっかりに囲まれてるから、なんかアナウンサーが美人やと思わんようになってもうたわ、みたいなこと言ってる芸能人と一緒やわ。こんだけ素敵な自然の中に囲まれててっていう。でもね、しょうがない。毎日毎日同じもん見せられてるからさ、湖と山と展望台はもういいわ。野付は良かったよ。野付はかつてない感じの120点やからむっちゃ良かったけど、海洋台とか360度に広がる展望は確かに素晴らしいんやけどさ、オロロンラインからもうずーっと視界開けてんねん。そう思えばさ、俺オロロンライン行こうよ。もう都会に行ってない。オロロンライン、宗谷岬、ガコッパ、野付、網走とか地獄のような大自然の中をさ、ずーっと走ってるわけよ。もうね、好物やからって毎日作んなみたいな、そういう感じよ。違うもんがそろそろ食べたい。それが都会なんやろうね。北海道に関する答えが分かった日やったな、今日。北海道に行った人がさ、感想言う時にさ、ウィーン少年合唱団のような心の底からの笑顔になってないところに俺は違和感を感じてはいたんやけど、これやな、答えは。やりすぎやねん。都会や。都会入ろう。この都会でちょっと回復しよう。都会やー。ちょっと飯食おう。もう疲れたわ。